はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年11月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。もう年末が迫り、残るイベントも少なくなってきました。現在開催されているホラー作品をテーマとしたハロウィンセール Steam 絶叫フェスは11月2日午前2時まで、そして11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。ただいま動画の企画として視聴者の皆さんがおすすめする Steam 作品を募集しています。チャンネルコミュニティにゲームタイトルと熱い思いをコメントいただけたら幸いです。続いて配信の告知ですが、11月の5日土曜日午後9時から10月の新作ゲームの振り返りを予定しているので、お時間ご都合合いましたら一緒に見ていただけたら嬉しいです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにアゲンスト・ザ・ストーム。永遠に降り注ぐ雨が破壊をもたらすファンタジー世界を舞台にしたローグライト都市建築ゲーム。プレイヤーは総督となって女王スコーチクイーンの命により、嵐によって破壊された街スモルダングシティを復興させるという任務を任されます。ゲームはスモルダングシティを中心に5つのバイオームで構成された広大なワールドマップの各エリアを攻略していくステージクリア型のゲームシステム。女王の逆鱗に触れる前に森を開拓し貴重な資源を集め、定期的にやってくる嵐ブライトストームに立ち向かいながらも開拓地を拡張し名声を築きステージクリアを目指します。ファンタジー世界を舞台にしたこの街には人間の他にビーバー、リザード、ハービーといった種族が存在し、各キャラクターに得意な分野の仕事を割り当て効率化を目指しながらも、それぞれの種族の住居や料理の好み、嗜好品、娯楽など様々なニーズをバランスよく管理していかなければなりません。またステージをクリアしていくことで新たな建物やアイテムがアンロックされ、スモルダングシティにある黒曜石の書庫をアップグレードすることで高級的なボーナスを獲得することもできます。街づくりゲームには珍しいステージ攻略型の作品。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。アゲンスト・ザ・ストームは2022年11月1日リリース予定日本語対応の作品です。ロンサム・ヴィレッジ。動物が活躍するパズル満載のライフシム。本作は謎解きとライフシム要素を持ち合わせたゲームで、戦闘要素はないとのことです。物語の舞台はロンサム・ヴィレッジ。何百年も前、ウボーラと呼ばれていたこの村では、カルト教団によって建てられた塔が存在し、未知の力を手に入れようとした結果、塔もろとも村が消滅してしまう事件が起こっていました。そして、ウボーラの跡地に築かれた静かな村、ロンサム・ヴィレッジにも再び塔が現れ、村人全員が姿を消してしまう事件が発生。プレイヤーは主人公のコヨテ・ウエスとなって、人々が消えてしまった謎を解明するため、塔の中へ進んでいくことになります。ゲームは塔の中で展開される様々な謎を解き、村の人々を救い出していくことで村は徐々に再建され、村人との交流を通して新しいミッションやマイホームを持つことができたりもします。どうやら塔で村の住民を助ければ助けるほど、農業、釣り、採掘、ガーデニング、クラフトといったライフシム的な要素が解放されていくみたいです。昔のゼルダの伝説を思わせる雰囲気が印象的な作品。体験版もありますが日本語未対応です。ロンサム・ヴィレッジは2022年11月1日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・パスト・ウィズ・イン。2人協力プレイ専用謎解きアドベンチャー。ラスティレイク・キューブ・エスケープシリーズなど人気謎解きアドベンチャーを手掛けるラスティレイクの最新作です。本作はシリーズ初となる2人協力マルチの作品。プレイヤーは過去と未来、それぞれ異なる視点で世界を探索し、お互いの情報を交換しながら謎を解き明かしていくポイント&クリックのアドベンチャーとなるようです。シリーズを通して謎解きもカジュアルで気軽に遊べる難易度でしたが、私のようなぼっちプレイヤーには一緒に遊ぶ仲間を探すのが高難易度な作品。体験版もありますが日本語未対応です。ザ・パスト・ウィズ・インは2022年11月2日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・エントロピーセンター。一人称視点のパズルアドベンチャー。舞台となるのは地球軌道上にある巨大宇宙ステーションエントロピーセンター。人類絶滅級の災害によって地球に火の手が上がり、エントロピーセンターも崩壊の一途をたどっていた。プ
プレイヤーはそういった状況にある宇宙ステーションで目覚めた人類唯一の生き残りアリアとなって、最先端の技術で作られた喋る AI が内蔵された10型デバイスアストラを駆使して施設内を探索し、エントロピーセンターの崩壊の原因と地球滅亡の真実を突き止めていく物語が描かれます。本作の最大の特徴はアストラを使った時間操作。特殊な AI を搭載したアストラを使うことで物体の時空年代をスキャンして時間を巻き戻すことが可能。倒壊した柱を修復したり、落ちた橋を修復して渡れるようにしたり、さらにはお茶を温め直したりもできる優れものです。また、アストラには言葉を話す AI が内蔵されており、アリアに話しかけて探索のアドバイスをしてくれたり、時には励ましたりもしてくれ、孤独な宇宙ステーションの探索を支える良きパートナーとなってくれます。時間操作を使ってステーションの崩壊と地球滅亡の真実に迫る一人称視点のパズルアドベンチャー。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・エントロピーセンターは2022年11月3日リリース予定日本語対応の作品です。ゴーストソング。メトロイドでメトロイドマニア。物語の舞台は荒涼とした風景の広がる惑星ロリアン5。プレイヤーはこの惑星で長きにわたって休止状態だったデッドスーツとなって、自身の記憶とここに来た目的を探して得体の知れない生命体が存在する不気味な惑星を進んでいくことになります。ゲームはメトロイドとソウルシリーズに触発された作品になっており、左腕に搭載されたブラスターによる攻撃やジャンプなどのアクション動作はメトロイドそのもの。攻撃アクションはスタミナを消費するシステムで、さらにはレベルによる成長、モジュールを装着した武器強化など RPG 要素を盛り込まれており、かなりやりごたえのありそうな作品です。また入り組んだ未知の惑星に生息するのは主人公であるデッドスーツだけではなく、複数のキャラクターも存在し、彼らを通してこの惑星、そして自身の謎も明らかになっていくようです。またキックスターターの目標が達成されたみたいなので、孤独な惑星探索を支えてくれるペットシステムと、ゲームクリア後に別のキャラクターとしてプレイできるオーバータイムモードの追加も期待されています。ゴーストソングは2022年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。ベニソーレサー。アクション性豊かなデッキ構築のローグライク。プレイヤーは複数ある勢力に所属するキャラクターから主人公となるヒーローと同行するコンパニオンキャラクターを選択して、オレサと呼ばれる都市の地下アリーナで戦いを繰り広げていくことになります。本作の特徴はカードを使うごとにアクションゲームのような動作を行うアクション性と 3D 空間で展開されるターン性バトル。前後左右に移動できる 3D 空間での戦闘となるので、位置取りやポジショニングといった要素が重要となり、カードによってはフィールド内を移動して敵の攻撃を回避したり、敵の連携の阻止、あるいは範囲攻撃ができるように位置取りの調整など、従来のカードゲームと違った戦略性を楽しむことができます。グラフィックもセーブルのようなフランスの漫画、バンドデシネ風のアートスタイルが印象的。体験版もありますが日本語未対応です。ベニソーレサは2022年11月4日リリース予定日本語対応の作品です。ハーベステラ。スクエニ新規 IP によるライフシミュレーション RPG。スクエアエニックスらしいファンタジー世界を舞台に、農作業や料理といった生活を楽しむライフシム要素と、バトルや探索などの冒険を繰り広げる RPG 要素が融合した作品です。本作のコンセプトは今までにあった可愛いほのぼのといった雰囲気のライフシムと差別化を図り、美麗なビジュアルとシリアスで壮大なスケールを持つストーリー展開に、ライフシム要素と RPG を融合させたとのこと。物語は季節の変わり目ごとに訪れる四季と言われる最悪にさらされる世界で、色彩豊かな自宅を拠点に自給自足の生活をしながら、仲間と共に世界各地を冒険し、脅威を乗り越え、世界の成り立ちと最悪の真相に迫っていく物語が展開していきます。季節の変わり目に訪れる死の季節四季。作物は枯れ、死の灰によって人々は外を歩くことも許されない世界で、戦闘、農業、クラフトが楽しめるユニークな作品。個人的にはこの作品の行く末がとても気になります。名作となるのか、そうはならないのか。ハーベステラは2022年11月5日リリース予定日本語対応の作品です。ソウルストーンサバイバーズ。ヴァンパイアサバイバーズライクな 2D ローグライトアクション。ヴァンパイアサバイバーズのようなローグライトアクションというより弾幕シューティング。強力なスキルを習得してキャラクターを強化しながら敵をなぎ倒し、巨大なボスに立ち向かうゲームです。本作の特徴は豊富な強化要素。
戦闘で獲得したソウルストーンを使って武器強化、ルーン強化、スキル強化を行い、プレイすればするほど強くなっていくリプレイ性の高い作りになっています。さらにアーリーアクセスでは14人のキャラクターを使用でき、アクティブスキルの種類は100種類以上。正式リリースではさらに追加される予定です。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ソウルストーンサバイバーズは2022年11月7日リリース予定日本語対応の作品です。アストロコロニー。宇宙を舞台にした一人称視点のコロニーシム。宇宙探検、自動化、サバイバル、そしてロマンをテーマにしたサンドボックス型のコロニーシムです。ゲームは一人称視点で展開。酸素残量に気を配りながらも宇宙に浮遊する小惑星から資源を採取し、それを使って宇宙ステーションを拡張しながらも自動化を進めていくことになります。コロニーの建設には資源だけではなくテクノロジーの研究も必要。資源採掘などで獲得できる技術ポイントを使って70以上あるテクノロジーツリーを開放していくことでより高度な設備を作ることができます。宇宙には大小様々な惑星が存在し、破壊可能なボクセルで構成され、地形を変化させたり、惑星上にも設備を配置することができたりと、自由度の高いゲーム作りになっています。さらには宇宙ステーション自体も移動可能で、惑星とドッキングさせることができたりと、ロマンとともに遊びの幅も広そうな作品。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。アストロコロニーは11月7日リリース予定日本語対応の作品です。ソニックフロンティア。ソニックならではの超音速アクションで広大な島を自由に駆け巡る縦横無尽なアクションアドベンチャー。古代文明が眠る未知の島々スターフォールアイランドを舞台にソニックの新たな冒険が繰り広げられます。ソニック、テイルス、エミーの3人はカオスエメラルドが消えた理由を調査するためスターフォールアイランドに向かっていたのだが、島の上空に開いた時空の穴に吸い込まれソニックは2人とはぐれてしまうといった物語。ゲームはオープンゾーンと呼ばれるシステムが特徴となっており、ステージクリア型のゲームであるステージ間のつなぎとして使われるワールドマップ自体にバトル、謎解き、サイドクエストなどの様々な要素が盛り込まれた遊べるワールドマップといったシステムになっています。戦闘では様々なボタン操作を駆使することで次々に繰り出される技の音速コンボなどソニックらしいハイスピードバトルが展開。さらにはアクションが苦手な方でもボタン一つで爽快なコンボが繰り出せるオートモードも搭載し、簡単にハイスピードなコンボアクションが楽しめます。ソニックフロンティアは2022年11月9日リリース予定日本語対応の作品です。タクティクスオーガリボーン。93年にリリースされた伝説のオーガバトルから脈々とその系譜は受け継がれ、タクティクス系シミュレーションの代表作となったタクティクスオーガ。中世風ファンタジー世界を舞台に壮大な物語と高低差のある立体的なマス目移動のバトルが特徴。紛争で親を亡くした主人公の少年デニムが様々な政治的な思惑や心情に触れ、解放軍として騎士団を率いる物語が描かれます。壮大な物語はプレイヤーの選択によって展開や結末が変化するマルチストーリーマルチエンディングシステム。変更点はグラフィックやシステム要素といった点で遊びやすくブラッシュアップされたリメイク作品になっています。タクティクスオーガリボーンは2022年11月12日リリース予定日本語対応の作品です。バルキリーエリシオン。バルキリープロファイルシリーズの完全新作タイトル。物語の舞台は終末の定めラグナロクにより破滅の危機に瀕している世界。万物を統べる主神オーディンは残されたわずかな力で救済の使徒バルキリーを創造し、彼女に世界の命運を託したといったあらすじです。プレイヤーはバルキリーとなって主神オーディンの命に従い、世界を救うため地上へと赴き、滞留した不浄の魂の浄化を行っていくことになる物語が描かれます。独自のアートスタイルでラグナロクの中で崩壊する世界を美しく描き出し、シリーズの特徴であるエインフィリアやディバインアーツ、コンボシステムを取り入れた武器ごとのアクションなど、スピーディーで立体的なバトルを楽しむことができます。PS5、PS4 版は9月29日にすでにリリースされており、Amazon では約半額となっているので PS を持っている方は選択肢としてはありかなと思います。バルキリーエリシオンは2022年11月12日リリース予定日本語対応の作品です。フラッドランド。水没した地球をテーマにしたサバイバルシティビルダー。
本作の舞台は水没した地球。気候変動と海面上昇の影響により、人類は限られた地表での暮らしを余儀なくされた世界です。プレイヤーはこの崩壊した世界で生き残った複数の集団から一つを選択して、都市の跡地で資源を探し、農業や漁業といったテクノロジーを再発見し、人類文明社会の再構築を目指していくことになります。また集落が大きくなれば居住者も増え、娯楽や医療、犯罪への対策といった住民たちが望む要求も発生。人々のニーズを満たすため、限られた土地、限られた資源をうまく利用して対処していかなくてはなりません。生き残った人類を団結させるのか、それとも分裂と孤立を選択するのか、新たな人類社会をどう築いていくかはプレイヤー次第。フラットランドは2022年11月15日リリース予定日本語対応の作品です。はい、こっからは日本語未対応の作品の紹介です。ザ・チャント。人里離れた孤島を舞台にした三人称視点のホラーアクションアドベンチャー。主人公のジェシカ・ブライヤーズは生物医学科学者として多忙な日々を過ごしていた。彼女はある日友人であるキムからの誘いを受け、現代社会から離れ自身の過去を見つめ直し人生をやり直すため、人里離れた自然に囲まれたグローリー島で開催されるカルト教団プリズム科学が主催するスピリチュアルリトリートへの参加を決意します。リトリートは自分と向き合うといった宗教派生の言葉のようで、現代では都会から離れ心身ともにリフレッシュするといった認識、日本では天地療法とも呼ばれているみたいです。そういった彼女も都会から離れ静かな週末を過ごすはずだったが、グループが行ったチャントと呼ばれる儀式が失敗し、参加者たちの持つ負のエネルギーによって地獄の次元ザ・グルームの扉が開かれたことにより、穏やかな週末は絶望へと変わっていくことになります。ゲームは三人称視点で展開。超自然的な武器やアビリティを駆使して、おぞましいクリーチャーやカルト信者との戦いを生き延びながら、島に潜む不可解な歴史の謎を解明し、この島から脱出することが目的です。70年代のサイケデリックホラーに影響を受けたホラーアクションアドベンチャー。PS 版のゲームトレーラーでは日本語字幕があるので、もしかすると Steam 版も対応するかもしれません。ザ・チャントは2022年11月4日リリース予定日本語未対応の作品です。フットボールマネージャー2023。自分だけのサッカーチームを運営するサッカークラブ経営シミュレーション。スタンドを埋め尽くすサポーター、スカウト、実名のサッカー選手。さらに本作ではチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、およびカンファレンスリーグのウェハライセンス取得により各大会の出場権を獲得することも可能。チームマネジメントを行う機能面も強化され、新機能スクワットプランナーでは、ポジションごとに今シーズン、来シーズン、そして2年後の選手層や、選手個人の成長段階の視覚化、特にスカウトマネジメント機能が大幅に一新され、契約更新前にエージェントにコンタクトを取り、状況を把握することができたり、スカウトミューティングも改善され、プランニングとフィードバックの2種類となったりと、前作よりもエージェントの役割が大きくなったとのこと。フットボールマネージャー2023は2022年11月8日リリース予定日本語未対応の作品です。ロード・オブ・ザ・バイキング。バイキングをテーマにした村づくりシミュレーション。プレイヤーはバイキングの長となり、新しい集落を築き、住居、畑、造船所などを建て、それぞれ20以上の特性を持つ村人に仕事を割り当て集落を運営していきます。北欧の厳しい自然環境や外敵からの襲撃、さらには冬の食料不足、地震や雷などによる火災など、様々な困難を乗り越えていくサバイバル要素もあるとのこと。また、本作には交易といった要素やバイキングらしく周辺の集落を襲撃し、資源を略奪することも可能。北欧の厳しい自然環境と敵の襲撃に耐えながら開拓に挑むバイキングシティビルダー。ロード・オブ・ザ・バイキングは2022年11月9日リリース予定日本語未対応の作品です。ペンティメント。16世紀のドイツを舞台にしたミステリーアドベンチャー。物語の舞台は神聖ローマ帝国時代の16世紀、ドイツバイエルン北部にある架空の町タッシング。プレイヤーは芸術家である主人公アンドレス・マーラーとして、キルザイウ修道院で25年以上にわたり起き続けている連続殺人事件に巻き込まれていくといった物語です。アンドレアスの選択はキャリアや生活スタイル、殺人事件の捜査方法にまで及び、その選択は後のストーリーの展開に影響を与えていくことになります。
中世の写本や彫刻に触発されたというゲームデザインが印象的な作品。ペンティメントは2022年11月15日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年11月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。現在開催されている Steam 絶叫フェスは11月の2日午前2時まで、来月11月23日午前3時からはオータムセールが開催されるのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。